こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は2027年4月からスタート予定になっています育成就労制度について、この育成就労制度、支援をする一つとして管理支援機関というのが設けられる予定になっております。多くの場合は今現状の技能実習制度における管理団体が移行する形になりますけれど、単純に移行ができないという形になります。管理支援機関としての許可を取得する必要があるということで、今現状、管理支援機関の許可要件、詳細までは出てきておりません。今現状は、技能実習制度から育成就労制度に移行する上での、受け入れ上限数、そして分野別の人数、そして今後の見込みといったところまでしか出てきておりません。また、管理支援機関の許可申請書類というのはできておりますけれど、3枚のページになっておりまして、詳細は書いていないもの、どんなものを添付したらいいのかといったところがわかりませんけれど、今現状分かっている段階での許可のポイントをご紹介をしていきたいと思います。まずは今回の概要ですけれど、管理支援機関の許可要件について見ていきたいと思います。その上で、育成就労制度とはどのような制度なのかについて解説をして、では、今現状の管理団体から管理支援機関へ移行するにあたって、どのような違いがあるのかというのを見ていった上で、そしてチェックすべきポイントをご紹介をしていきたいと思います。まずは管理支援機関の許可要件、一部にはなりますけれど、管理団体と違って今回の管理支援機関、かなり厳格な要件を満たしていないと、認められないというような雰囲気がしております。ポイントとしてはですね、独立性、中立性、そして外部監査、そして相談体制の整備、財政基盤、これらが求められてくるというところになってきます。そして、ポイントの一つ目としては、債務超過がないことということで、基本的には管理支援機関は営利を目的としない法人が前提となっておりますが、債務超過がないことというのを求めております。管理団体においては債務超過があったとしてもですね、改善見込みなどを書くことで認められるケースがありましたけれど、管理支援機関の許可については債務超過があってはダメという形になります。また、常勤職員に関しても管理団体においては1名でも問題ありませんでしたが、管理支援機関においては原則2名という形。そして今現状1名であっても、増員の見込みといったところでも、OK という形にはなっているので、必ずしも申請の段階で2名いなければいけないというわけではありませんけれど、2名確保が必要という形になっております。そして新たに、管理団体と違う要件として設けられているのが1人当たりの要件ということで、育成就労にあたる職員がですね、1人当たりの要件として育成就労の実施者は1人8社未満までと、そして育成就労外国人人数は40人未満までという要件がありますので、全体の今受け入れている人数と職員数の規模のバランスというのを求めてくるという状況になっております。そして今回大きな問題になっているのは外部監査人の設置ということで、管理団体においては必ずしも必須の、要職ではありませんでしたが、今回はですね、外部監査人を設置しなければいけないということで、この外部監査人としての適格性もですね、明記してありまして、弁護士、社労士、行政書士等という形、そして行政講座を受けていることということを求めている状況になりますので、今後ですね、育成就労支援における管理支援機関を行うにあたって、外部監査人の確保というのが非常に大きな課題になってくるかと思います。また外部監査人、名前だけでは足りませんので、きちんとですね、3ヶ月に三月に1回以上の確認が行えること、また1年に1回以上の同行というのを管理団体における外部監査人の役割と同じという形になります。そしてこの管理支援機関の許可申請ですけれど、今現状詳細が出てきておりませんけれど、審査の受付開始は2026年の夏頃からではないかというふうに言われております。では、2027年4月から始まる育成就労制度ですけれど、どのような制度なのか、技能実習制度とどのように違うのかといったところを見ていきたいと思います。
育成就労制度は3年間育成をすることで特定技能1号につなげるという目的があります。そしてそもそもこの制度の目的としては人材育成、人材確保というのを掲げており、技術の移転を掲げていた技能実習制度とは全く異なるものという形になっております。そして技能実習と異なる点、ポイントを4つほど挙げてみました。まずは前職要件。技能実習では前職要件というのを求められておりましたけれど、育成就労制度では前職要件は求められないという形。そして技能実習制度では日本語能力というのは求められないのが前提でした。一部ですね、介護においては日本語の能力というのを求めてきましたけれど、基本的には日本語能力は不問という形でしたが、育成就労制度においては日本語能力を求めるという形になっておりまして、ただですね、JLPT の N5 以上の合格、もしくは相当の講習の受講という形になっているので、必ずしも JLPT であれば N5 に合格をしている必要はないという状況になっております。また、技能実習において問題になっておりました転職の問題ですけれど、育成就労制度においては一定の要件のもと、転籍が原則 OK という形になっております。また、特定技能に移行する場合ですけれど、技能実習においては2号までを良好に修了していれば、試験等なく移行ができたという状況になっておりますが、育成就労制度においては特定技能へ移行する際に試験を受けなければいけないという形になっておりますので注意が必要。したがって3年間で試験に合格するまでのサポートも必要という形になってきております。そして、育成就労制度における管理支援機関の役割ですけれど、この構図に関しましては、技能実習制度と大きく変わっていないという形になります。外国人技能実習機構というのを外国人育成就労機構という形で名前が変わる。そして、管理団体と呼ばれていたところが管理支援機関になってくるという形になりますので、やはりですね、依然として母国からの送り出し機関の支援を受けて、日本へ、来てもらうという流れは変わっていない。ただですね、今現状外国人政策というのが基本方針出されましたけれど、ハローワークですとか、そうした納税情報、それらがですね、マイナンバーで紐付けられて、厳格にチェックをされるという形になりますので、各省庁の情報の連携強化というのが図られているので、雇用する側もですね、しっかり手続きをしておかないと、在留資格の更新、変更というのができなくなる可能性があるというので、注意が必要です。そして、注意すべきポイントですけれど、まず今現状管理団体を運営をしていて、今後管理支援機関の許可を申請をしたいといった場合はですね、まずは財務状況の確認をしてください。債務超過になっていないかどうか。管理団体においては非常にですね、債務超過になりやすい体質ではあります。そういった中でですね、債務超過の場合は債務超過を解消をした上で申請をしなければいけない。また、常勤職員の確保ということで、多くの場合は1名もしくは2名のところが多いかもしれませんが、1名の場合はですね、もう1名追加の確保の予定を見ていくというのが必要になってきます。そして、現状の支援企業数と受け入れ外国人数の把握ということで、かなりですね、少人数で多くの企業、そして多くの外国人労働者を見ているケースが多いかと思いますけれど、一人当たりの受け入れ企業数、そして受け入れ外国人数というのは決まっていますので、今現状どのくらい足りているのか、オーバーをしているのかといったところを見ていってほしいと思います。そして外部監査人の確保ですけれど、こちらに関しましては弁護士、行政書士、社会保険労務士という形になっておりますが、どうしてもですね、外部監査をする上では、先方の受け入れ会社の方の労務のチェックというのがありますので、社会保険労務士としての知識は必要になってくる。また、どこまで外部監査人として関与するかはわかりませんけれど、
外国人労働者になりますので、在留資格に関する手続き等もありますので、行政書士としての在留資格の知識も必要ということで、望ましいのはですね、行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスの方が一番ベストかなというふうに思っております。そして、体制の強化、というのも非常に重視をされているので、母国語の支援体制というのも確認をしてほしいと思います。いわゆる通訳さんですね。こちらきちんと契約が締結されて、適切な支援を行えるような形になっているのかというのも確認をしてほしいと思います。育成就労制度においては日本語教育とキャリア支援というのが非常に重要になってきますので、このあたりの支援体制も整えていってほしいと思います。では、自分の団体ではどうしたらいいのかといったところに関しましては、制度の内容への対応というのはですね、会社の規模や業種によって異なってくるということになりますので、対応を検討したい、もしくは自社ではどうなるのかといった部分、気になる点があればご相談いただければと思います。まずはですね、相談を始めて情報収集からスタートをしていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。